また裏から手を回すつもりなのか。ヤクモだって分かってるんだろ。そんなことをすればすでにデビューしたクランブだって出来レースを疑われるってこと。僕はテールウィンドに所属しながらライゼンの養成所に通っている。世間の人はライゼンとテールウィンドが繋がっているって当然思うよね。プラチナディスク大賞の新人賞を受賞しました。今クランブが賞を取ることはオーディションの参加者を増やすことになるのかな。それが証拠にクランブが砦アリーナでライブをすることも許可してきました。このままじゃクランブが悪いオーディションの広告塔になっちゃう。あなたは何を望みますか？はあ？何をすればオーディションの開催を中止していただけますか？なんだって？何をすればオーディションの開催を中止していただけますか？どうすればバーサスアンビバレンスのオーディションから手を引いてくださいますか？違う、そうじゃないよ稲本。まさか君自分の行動がそこまで私に影響を与えると思っているの？オーディションの開催を左右できるほどに？自分を買いかぶりすぎじゃないかな。実力もないのにオーディションで選ばれたからってやたら堂々としてるクランブとかいうアイドルにそっくりだ。さすが事務所の社長だね。実力ですか？あなたが言う実力とは一体どんなことを指しているのでしょうか？力量、完成度、完全に数値化できるありとあらゆるパフォーマンス。ああ、数値化といっても人気投票は信憑性が薄いかな。あんなのは努力という感動ポルノで底上げされた実力のないものの無法地帯だからね。それなのにオーディションを行うのですか？オーディションからアイドルをデビューさせるという文脈には最高の宣伝効果があるだろう。だからそれを利用して正しく実力のあるアイドルを私が選び出し、歪んだ芸能界を正常化するんだ。シオン君やヤクモのように本当に実力がある者だけが集える場所に。あなたはなぜシオンさんにこだわるのですか？実力があるからに決まっているじゃないか。それはオーディションの票差にも反映されていただろう。ほら、ライバルだった彼、ジン太郎さん。そう、彼。ああいうパフォーマンスにムラがあるけれど元気が良くて客を騙せる、そんな子を相手に接戦だったシオン君は間違いなく本物だ。確かにシオンさんには素晴らしい実力があります。そうだろ？だからけれどそれもシオンさんの積み重ねてきた努力の結果です。そんなのは当たり前だろう。私はそんな揚げ足取りのような話をしてるんじゃ。ああ、もしかしてシオン君が子役の時に体験した不幸な事故の話をしているのかい？不幸な事故？あれさえなければ彼は今頃もっと注目を集めていた。誰も寄せつけない本物になれていた。ああ、悔しいよ。シオン君をもっと早く知っていたらオーディションなんかに出なくても私が彼を正しい場所に引き戻せたのに。オーディションに出ることがシオンさんにとって意味のある選択だったとしてもですか？はあ？確かに彼が経験したのは不幸な事故だったのかもしれません。大前提としてそんなものはない方がいい、それは絶対です。けれど彼がオーディションに出る選択をしたこと、そこで出会った良きライバルと過ごした日々、そして乗り越えたものはシオンさんにとって意味のあることだった。だからこそグランツはシオンさんに輝きを感じ投票してきたはずです。そしてそれは仁太郎さんも同様です。彼にも素晴らしい輝きがある。乗り越えたもの、積み重ねた経験、それに輝きを感じるだって。
そんなもの、感情移入や自己投影なんて薄ら寒いことを言って、自分では得られない達成感を他人に押し付けているだけだ。必死に頑張る他人の姿に自分自身を重ねることの何が悪いのですか。達成感や悔しい気持ちを共有して共に一喜一憂することの何が問題なのですか。それにあなたはデビュー前のクランブの7人を守ってくれた。怖くて動けないはずの自分を追い込んで傷つきながら、それでも私に不正の事実を伝えてくれた。稲本さんはああ言ってくれたけれど、本当はなぜあの14人を不正から守らなければと思ったのか、自分自身でもよくわかっていない。尊敬する稲本さんのため、過去の罪悪感から逃れるため。皆さん来ていたんですか。あ、東雲さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は養成所はお休みなのに、クランブだってオフだったはずですよね。新しいオーディションのことが気になって、家にいてもなんだか落ち着かなくて、それでここに来てみたら、皆さん同じような感じで集まってたんです。それで、どうせならみんなでレッスンでもしようってスバルが。もやもやした時はレッスンに打ち込むのが一番だろ。さすがスバルンストイックなんて。まあ、実際今の俺たちにできることって来たるライブに向けて練習することだけだしね。クックたちはデビューのレッスン。そうだね。それに動いてないとどんどん暗いことを考えちゃうし。でも。うん。でも、それだけじゃないよね。やっぱりみんな同じ気持ち？それはどういう？信じたいんです。僕たち14人がここにいる意味を。我々はあまたいる参加者の中からオーディションで最終選考まで残り、そして1年という時間をかけてライバルと競い合った。テイルウィンドの社長のようにその過程を無駄だと切り捨て見下す者は他にもいるだろう。でもそうだったとしても、俺たちは知ってる。みんなで過ごしたあの経験は無駄なんかじゃないって。無駄なわけあらへん。アホみたいに悩んで、アホみたいに自分やライバルと向き合って、そんでそんな俺たちをグランツが見つけた。うん。そして俺たちの経験は俺たちとグランツのものになった。グランツと一緒に泣いて笑って一緒に頑張ってきた最高の思い出だよね。どんなに否定されたり悪いことに利用されたりしても、僕たちはあの経験を、オーディションが僕たちにくれたものを信じたい。自分たちで証明したいんです。少しでも認めてもらえるように。皆さん。つうわけで、今は俺たちの何色でもどんとこい思い出を守るためにもガンガンレッスンしていこうぜ。ジンタロウ、それもしかして何者にも代え難いのこと？おお、クック、そうとも言うな。そうとしか言わないと思う。ジンタロウ、ついにクックにまで訂正されるようになっちゃったね。さすがクック。毎日勉強パニャニャンしてるもんね。バン！クック、パニャニャンしてる。ほら、その辺にしとき。東雲さんに笑われてんで。すみません。つい。いいんですよ。こんなやりとり、笑わない方が難しいっしょ。はい、そうですね。間髪入れずに同意された。すみません。でも本当に、皆さんを見ていると、僕もどうしようもなく気持ちが動いて、オーディションが始まった時からずっと。それじゃあオーディションの頃から僕たちのことを知っててくださってたんですか？てっきり事務所で働くようになってからだとばっかり。隠していてすみません。
見てました。皆さんのことずっと。皆さんが不安になれば僕も一緒に不安になって、皆さんが頑張れば僕も一緒に力が入って、皆さんが笑ったら僕も笑いたくなって。そうか。だから僕は。東雲さん？僕はずっと前から多分、いいえ、絶対に皆さんのファンだったんだと思います。嬉しいです。ありがとうございます。面と向かって言われるとなんだか照れちゃいますね。そうだね。よかったら発声練習僕も付き合いましょうか。できるのか？以前音楽学校に通っていたんです。ちょっと問題が起きて辞めてしまって、しばらく歌うことからも遠ざかっていたんですけど。今はもう歌ってないんですか？全くというわけでは。ただどうしてもと壊れて歌う歌は僕にとって手段でしかなかった。手段？だけど皆さんを見ていたら歌いたいって心の底からそう思ったんです。応援している相手の姿に心が動かされる。新しい一歩を踏み出す勇気をもらう。そしてその姿がまた応援する相手へと帰っていく。彼らが経験したかけがえのない時間を悪用することは許されません。何を言ってももう遅い。君の負けだよ、稲本。協賛企業はもう集まってしまったんだ。バーサスアンビバレンツセカンドの幕は上がる。君がどんなに理想を演説してもね。手を引いていただくのは難しいということですか？くどい。なんだ？協賛企業の？わかった。繋いでくれ。いつまでここにいるつもりなんだ、稲本。見ての通り私は仕事中だ。さっさと帰って。ああ、いえ、問題ありません。本日はどういったご用件でしょうか？はい。バーサスアンビバレンツセカンドの開催についての要望ですか？申し訳ございません。要望とは一体。いえ、協賛していただく以上、できる限りは。は？バーサスアンビバレンツセカンドの運営をライゼンプロダクションと共同で行ってほしい？それは一体どういう？いくら協賛していただくとはいえ、運営方針にまで口を出すのはいかがなものかと。ええ、参加される企業は御社だけではありません。もし不服だとおっしゃるのであれば、今回は。失礼いたします。なんだ！入室を許可した覚えは？申し訳ございません。今、協賛企業の責任者から次々と連絡が。バーサスアンビバレンツセカンドの運営はライゼンプロダクションと共同で行ってほしい。難しいというのであれば協賛から辞退したいと。稲本、貴様何をした？私は何も。ただもしかすると今回のオーディションに協賛を申し出た企業の大半が偶然ライゼンプロダクションと友好関係にある世界的なエージェント会社の関連企業、もしくは深いつながりがある企業であったというだけです。弱小プロダクションがどうやって世界的エージェント会社とつながりを？まさか。御社がこの事態を切り抜ける方法は2つだけ。1つは協賛企業を全て取り替え外部からの影響をなくすこと。ただしデメリットはテールウィンドオフィスが複数の企業に一方的な不義理を行ったということで、この業界における今後の立場が危うくなるということでしょうか。もう一つは協賛企業の要望を受け入れバーサスアンビバレンツの運営をライゼンプロダクションと共に行うこと。
こちらのデメリットは参加者にとっては存在しないでしょうね。あなたにとっては分かりませんが、おのれ稲本。14人の、いえ、これから集まる若者のかけがえのない時間を、経験を怪我させはしません。絶対に。ああ、そうかよ。じゃあ俺が電話する必要はなかったってことか。うるせえ。気の利いたことを言おうとするな。だから分かってるって言ってんだろ。ああ、今回のことは恩に着る。じゃあな。お前、いつからそこに？レオンさんが電話を切る少し前から。すみません。聞いたらまずかったですか？いや、とりあえず先に伝えておく。オーディションの件はどうにかなった。それはどういう？とにかく、そういうことだ。稲本が帰ってきたら正式に報告があるだろう。だが稲本のやつ、あいつに連絡するなら先に言っとけ。おかげでこっちが必要ないこと頼む羽目に。レオさん！どうしてそこまで？オーディション開催時、あなたは14人の中で一番状況に反発していましたよね。魔物だった。自分の力は信じられるのに、自分自身を信じられない。そういうたちの悪いな。でもあいつらは多分、そうじゃないと言い切るだろう。バカみたいに根拠もなく。なら、そうじゃない自分になるのも悪くない。それだけだ。私はあなたが魔物でないことを知っています。なりたい。そうじゃない自分に、僕も。テールウィンドオフィスプレゼンツバーサスアンビバレンツセカンド開催決定。アイドルになりたい。自分の才能を試したい。大切な仲間と出会いたい。夢を夢で終わらせない。ライゼンプロダクション共同運営が決定。バーサスアンビバレンツセカンド特設サイトにてオーディション参加申し込み受付中。ついに新しいバーサスアンビバレンツが始まるね。稲本さん、今日もそのことでテイルウィンドオフィスに打ち合わせに行ったんだよね。かなり難航してるみたいだよ。とにかく表札を操作されたり、ドキュメンタリーを変更的に編集されないように細心の注意を払うって。あの社長が相手だもんね。俺たちに何か手伝えることがあったらいいけど、僕たちはまずその前にライブやデビューに向けてやらなきゃいけないことがあるだろ。そうだよね。って言いたいところだけど、僕も太陽と同じことを考えてたんだ。ライゼンプロダクションが共同運営になったなら、もう大手を振って関われるわけだし。スバルなら絶対そう言ってくれると思った。でも自分たちの仕事やレッスンをしっかりした上でだよ。もちろん分かってる。デビューのグループ分けはもう発表されたんだっけ？まだ。でももう少しで発表だから、みんなすっごくワクワクしてるよ。ミオなんてワクワクしすぎて電車乗り過ごしちゃって2駅も歩いたって。レイも発表までに自分史上最高になるって言って、みんなの分のお肌ケア用品差し入れてくれてさ、すごい気合の入りようだね。そういえばこっちでもアグリがライブまでに新しいネイルデザインを考えるって盛り上がってたな。いいね。そうだ、最近はカズがレオンのトレーニングを参考にレッスンメニューを自分で組んできてくれるんだよ。おかげで双葉は前より体が動かしやすいって。仁太郎も似たようなことしてたよ。一星と一緒にウォーミングアップを兼ねたダンスを考えてくれてるらしい。クランブのダンス担当をナゴムだけに任せる気はないって。ナゴムはなんて？一緒に踊って楽しんでるよ。
以前の和むならそういう言葉をプレッシャーに感じたりしそうだけど、クックも前はレッスンの最中たまに寂しそうな顔でぼんやりしてることがあったんだけど、亡くなった親友のことを思い出してたのかな、多分。でも今はなんて言うのかな、すぐ心を決めたぞって顔になるんだ。シオンも最近は謝るよりありがとうって言ってくれることの方が多くなった。なんか俺そういうのすごく嬉しくて。そっか。僕もね、最近は少しずつ周りに頼れるようになってきたと思う。自分で気づけてないことでも咲夜がすぐにフォローしてくれる。時々レオンも。レオンも？前はもっとぎこちない感じだったけど、今はすごく自然になった。やっぱり変わったね、俺たち。ああ、どんどん変わってきてる。これからも変わるかな、きっと。そう思わせてくれるのは14人の最終オーディションがあったからなんだよね。次のオーディションもさ、新しいアイドル候補生たちにとってそうなるといいよね。どんな困難が待ち受けていたとしてもさ、俺たちなら大丈夫って思えるような、そんな時間になるよ。そうだよね。どんな困難が待ち受けていたとしても、絶対それが俺たちが光り差すステージを目指して競い合ったバーサスアンビバレンス。響き出すことを、それが始まりの合図だ。混ざり合う光と影、この両手も震えて。一人じゃここまできっとたどり着けなかったね。あの日一緒に見た大きな夢の一歩目、まだ険しさからでこぼこ道もあるだ。己稲本、いいだろう。勝負は持ち越しだ。祭門は再び開かれた。今度こそしっかり分からせてやる。お前にも14人にも、新たな候補生たちにも。最後の砦で微笑むのはこの私だ。約束するよ、星空に一番近いあの場所へ。そういつかは君に見せるかな、ひらめいた世界。じゃあねと右手を振った君のあの笑顔もこのポケ